はい、こんにちは。こんにちは。久しぶりにスカジャンです。スカジャンといえばですね、もう毎度この方です。スカジャン研究家でテーラー東洋の松山さん、よろしくお願いします。松山です。よろしくお願いします。ご無沙汰してます。松山さん。はい。今回はですね、2024年の、秋ですね。秋立ち上がりということで、今回また新作がテーラー東洋から、出るんですよね。はい。で、今回ですね、実は、ちょっと入手しちゃいまして、めちゃめちゃかっこいいヴィンテージ。後ろに飾ってあるんですけど、こちらです。こちらヴィンテージ。こちらを入手したんですよ。見たことないな、こんな刺繍は。マップはマップなんですよね。で、今回こちらを復刻しました。はい。すごい、キューッとしたマップですね、これ。そうなんです。すごいなんて言うんでしょう、刺繍がすごい密度が濃くて、素晴らしいこの色使いであったりとか、この黒いベースに、まずこのゴールドのこの袖下ですね、に赤白のこのパイピング、あとこのグリーンのリブ、これはやっぱりこれを実際こういうものがないとやっぱ思いつかないですね。自分では組み合わせとして、ヴィンテージからこう着想してっていうことですね。やっぱりこういうのを見るとすごい自分にとっても刺激になるんですけども、やはりこういったヴィンテージをやっぱりちゃんとこう自分で理解して復刻させていきたいっていう気持ちに本当駆られるんですけど、あとさらにですね、この刺繍なんですよ。刺繍すごいですね、これ。よく見ていただくとですね、この黒いベースに対して日本列島は白を基調としたその刺繍がされてるんですよね。確かに白で、でそれに対してこの五重塔であったりとか、五重塔、あとこの鳥居ですね。鳥居がカラフルな刺繍シートを使って刺繍が施されてるんですよね。桜なんかもね、アクセントねすごいそうなんです。効いてますし、雪が積もった富士山、あと松、そこに桜、もう日本のそういったモチーフが盛りだくさん、全部入れちゃったみたいな感じの。そうなんですよね。この鳥居が入ってるのも珍しいですけど、これもしかして海に、そうですね、中にこう立ってる鳥居ということは、例の厳島神社、広島の厳島神社なわけですね。ちょうどここにも呉が入ってますので、なのでおそらくその辺の米軍基地内、もしくは米軍基地がその近くですね、で販売されていたものと予想されますね。シンボルですもんね。ある意味この広島のね。そうなんですよね。形もそのまんまなんですよ。この鳥居のね、立ってる作りであったり、あとこの帆掛け船。この黄色いのは帆掛け船なんですね。2層浮かんでますが、なので海に漂ってるんですよね、船が。いや素晴らしい、すごいですね。これはデザインとしても五重塔の色使いもこんなの見たことないです、私。綺麗ですよね、すごい。あとこのジャパンのこのブロック体、インパクトがポンとね、黄色でアクセント効いてますね。背中は背中でこれすごい素晴らしいんですけど、実は胸も結構良くてですね、こちらですね、これは竜と虎です。ただよく見ていただくと分かるんですけども、すごいこのデフォルメされてる竜と虎なんですよ。ちょっと可愛らしい感じの虎と竜ってことですか。こういったデフォルメっていうのは、その職人さんのセンスが一番出るものなんですよね。難しいんですね。そうなんです。すごい愛嬌がある竜と虎ですよね。そうですね。が向かい合って、しかも吠え合ってみたいな、そういう絵ですかね。すごい可愛いですね。気になるのはやはりリバーシブルサイドですよね。そうですね。スカジャンはやっぱり裏側も含めてどんなのかなっていうのは皆さんも気にしてると思います。じゃあ早速裏の方行きますね。こちらなんです。よいしょ。実はですね、胸の刺繍が同じなんですよ。胸から入りましたね。さっきの反対面とちょっと開けてみてもいいですか。もちろんです。ここと同じ虎がいると。同じ虎なんですけど、こちらブルーベースじゃないですか。でこちらブラックベースなので、微妙に色糸を変えてるんですよね。そうなんですね。例えばこの笹の部分だったりとか、こちらはグリーンっていうかブルーグリーンですね。でこちらは赤じゃないですか。あとこの赤も微妙にこっちはオレンジっぽい赤を使ってて、こっちは鮮やかな赤を使ってるんですよ。で反対側もじゃあ同じように竜だけど色が
竜の同じ刺繍なんですけど色糸が違います。これは同じ刺繍ということはつまりこれは同じ型を使ってるみたいなそういうことなんですか？同じ型を使って刺繍の色糸をボディの色に対して変えてるんですよね。はい、でこちらも実はそのヴィンテージに準じてて裏側はこれなんですよ。で当然その背中ですね。はい、背中はこちらは竜です。さすが辰年ですね。そうなんですよね。こちらももちろん新しい柄なんですけども、はい、で実はその表面のジャパンマップの柄とこの裏面との違いっていうのが実はありまして、結構表面ってこうギュッと凝縮された刺繍じゃないですか。確かに要素がいっぱい詰まってました。ところがこちらは今度は逆にすごい余白を上手に使ってるんですよね。こういうとことか、そうですそうです。こういうとことか、はい、そうです。そういうことなんですね。なのでちゃんとこの富士山の下だったりとか波があって、刺繍がされてないじゃないですか。確かに構図が面白いですね。動物がそもそもセンターになくて、この富士山からもこれ巻いてるんですよね。そうですね、巻いてますね。モチーフがセンターにないっていうのは確かに珍しいし、余白がそうなんです。日本が独特の余白なんですよね、これが。そういうことなんですね、これは。やっぱりこの刺繍する方のセンス、素晴らしいですね、こちらも。すごいよくできてます。これはもうリブなんかもかなり対照的な色を使ったりとか。そうですね。ブルーとシルバーのこの生地に対してこの黒白赤のリブ、珍しい組み合わせですよね、これも。こちらもこのヴィンテージに準じた作りです。そうなんですね、全部。マップの面もそうですし、こちらもそうなんですけど、こうやってそのボディのカラーと全くその無関係というか統一性があまりないこう色のリブを持ってくるっていうのはすごい古いそのスカジャンスベリアジャケットによく見られる傾向なんですよ。そうなんですね。でその後どんどんこう年代がこう上がっていくと、上がっていくとその同系色のものだったりとかちょっとリブも地味なものになったりとかして、青いボディには青いリブとか、そういうことなんですね。そうなんですよね。確かにね、どっから持ってきたのかわからないような黒がここに入ってきたりしますもんね。そうなんですよ。じゃあこれはかなり元々のヴィンテージ、古いもの。そうですね。はい。こちら1950年代初期になります。50年代初期なんだ。もうどっちも見たことない柄なんで、これびっくりですね、僕は。楽しみです。はい。もう一着紹介させていただいていいですか？そうですね。こちら、こちらなんですけど、よいしょ。こちら人気の虎なんですよね。そうですね。もうすごく定番的な虎の刺繍というイメージです。王道です、まさに。そうなんですよ。この迫力満点の虎いいです。かっこいいですよね。虎、僕好きなんですよ、虎。あとこの人気のこの字体、オリエンタルなジャパンの文字。なんかもうこの辺とかすごいことになってますね。毛並みが躍動感あふれる。そうですね。運針がすごいですよね。この運針は確かに。あとこれはですね、ブルーにこれはオフにこの黒いリブ。これもかっこよくないですか？さっきの話でいくとやっぱりこれも古いモデルなんですか？これは50年代中期なんですけども、古いですよね。でもやっぱそれかっこよくないですか？リブが違うっていうね、リブが黒でピッと締まりますもんね。ただこの黒白黄色っていうのは虎の色と同じなんですよ。確かに。そうなんですよね。あとこの表側も虎。虎オンリーのこれは顔ですね。見ようとしてたんですけど、このモチーフっていうのに必ずこれ入ってます？大体。そうですね。なんか夜にこう吠えてる虎って月が。ちょっと文学少年っぽいこと言っていいですか？はい、どうぞ。中島敦の三月期っていう小説があるんですよ。戦中戦前ぐらいの小説なんですけど、それが人が虎に変わって月に吠えてるっていう小説なんですけど、なんかそれをモチーフにしてそこからこういう構図ができてんじゃないかなっていうふうに、三月期だなこれはっていう勝手に思ってたんですけど、ぜひ読んでみてください。短いショートストーリーです。あとこれすごい実はですね、虎って普通牙とかって白じゃないですか。ところがこれの虎爪が黒いんですよ。気づかないですよね。牙は白だけど爪が黒。私も実はこれ気に入ってるんですよ。ヴィンテージもそうなんですよね。
細かいとこだから言われないと全然わからない。最初はなんか、違和感あったんですけど、逆に私これがすごいいいんじゃないか、チャームポイントなんじゃないかと思って。いや確かにね、いろんな虎があるじゃないですか。中でもやっぱりこの虎って僕はすごい個人的には好きな虎だなとつくづく思う。いいですよね。もう構図ももうパーフェクトですよね。そうですね。これ袖の色は違うなというのは分かるんですけども、ブルーはこのブルーとこれ同じ生地なんですか？同じなんですよ。同じ生地を使ってるん。やはりちょっと違って見えますね。いやそうなんですよ。刺繍がこう全然違うじゃないですか。色味とかがモチーフが、そうするとなんか見え方が違う。そうですね。実はこの虎に使ってる黄色と、この竜に使ってる黄色って違うんですよ。こっちの方が鮮やかな黄色ですもんね。濃くて、こっちは少し色あせた感じで。そうすると目の錯覚で、同じ生地は同じなのに、違うブルーに見えるんですよね。そういうことなんですね。そうなんです。同じブルーなんです。今日松山さん着てるのはこれ。同じです。はい。着てるの同じなんです。こちらです。そっかそっか。よくないですか？いやいいですね。なんかこうグレーのシャツとか中に着てって勉強になりますよ。それこそ。こちらこそありがとうございます。やはり裏面、リバーシブル面気になりますよね。お願いします。ここがちょっとちらっとピンク見えてるんです。これ裏ピンクなんですよ。めくっちゃいますよ。ピンクもいろんな柄が。想像してたのと全然違う。ですよね。こちらがこうピンクベースに黒い竜なんですよね。真っ黒ですね。アクセントカラーは使ってるにしても、ベロだったりとか、あと黄色い牙と目とか、あとグレーも少し入ってるんですけど、ほぼほぼ黒を基調としたものになりますね。ブラックドラゴンですね。なんかこうピンクのライトさが打ち消して、こうすごいいいコントラストがちょうどいいコントラストになってるんです。竜っていうモチーフがこのピンクに塗ることによって、ちょうど調和が取れてて派手すぎず地味すぎず、ピンクが派手な色に見えないですね。確かにこれは。そうなんです、そうなんです。で表側も胸もですね。黒い虎、黒い竜。そうなんです、そうなんです。でこちらもすごいこう愛嬌のある表情をしてるんですよ。リブなんかもこれ黒で、どっち面も黒、両方の面が黒ですけども、線が違うんですね、種類が。そうなんです。こちらは細い線が2本入ってるんですよね。しかも黒に黄色と白のラインが入ってるんです。こちらは一応その刺繍と合わせているんですよね。こちらも。黒いリブとですね。パイピングなんかも色を合わせている感じで。そうですね。すごい黒を上手に使って全体をまさに。そうなんです。トータルバランスを取ってるんです。なかなかピンクって普段取り入れない方が男性なんかだと多いと思うんですけど、これは取り入れやすいピンクですね。そうなんですよね。ちょっと濃いめなんですけど、そこまで派手なピンクじゃないんですよ。光沢感がものすごく綺麗で、それをビシッとブラックが締めてくれてるってそういうことなんです。感じなんですね。でも本当にこのリバーシブルでそのA 面と B 面って言っちゃいますけど、それが全然こう違った表情を見せるっていうのはすごいなんかいいですよね。お得な気になります。そうなんです、そうなんです。確かに色も違くて、1着で2着楽しめるってことですね。そこはスカジャンの魅力ですよね。からね。そうなんです。早々と秋の商品の紹介ということで、今回スカジャンを紹介して新作スカジャン出していただきましたが、そろそろ8月も8月9月となっていく中で、みんなね、さあ秋は何を着よう、どんなもの買おうっていう気分が少しずつこう上がってるタイミングだと思うんで、まずねやっぱり秋の初めはこういう両サテンのスカジャンっていうのは僕も愛用しますけれども、皆さんもね一番最初に真っ先に気になるところじゃないかなと思うんですが、そうですね。ぜひね楽しみにしていただいて、袖を通していただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。